ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、中国人女性が日本の島を1個丸々変えたという話題が中国の方で話題になっているというので、どのようなニュースか今回はご紹介しようと思います。日本の土地を外国人やもしくは外国資本が取得することが可能であるというのは、以前から悪用されるのではないかと散々指摘されてきたことです。そうした危険性に非常に敏感な人たちにとっては非常にドキッとする内容ではないかと思います。それでは早速ですが、どのようなニュースなのか見ていきましょう。日本で島を購入した中国人女性が話題、ネットで羨望の声。災難時報など複数の中国メディアは2日、日本で島を購入した中国人女性について伝えた。報道によると、30歳だという女性はこのほど SNS に自撮りした動画を投稿し、背後に映る島を指してこの島を購入したと報告。記事で指摘された動画についての URL は動画の説明文に入れておこうと思います。広さは70万平方メートルで具体的な購入額などは明かさなかったが、入札の開始価格は日本円で約1100万円程度からだったという。災難時報の記事は、この島は都会の華やかさから遠く離れ、周囲はすべて海だが、景色は非常に美しく、空は高く、海は青く、雲は薄く、風は軽やか。水も非常に澄んでいて、海中には各種の小魚やサンゴ礁がはっきりと見えたと、動画から感じる環境の良さを伝えた。女性は島を購入した理由として、自宅を建設し、ゆっくり休暇を過ごすこと、ビジネスとして転売したり、貸し出したりすること、パートナーと共に観光地として開発することの3つを挙げている。なお、自身が合法的なルートで購入したことを強調したそうだ。ネットユーザーからは、羨ましい、すごいですね。集まれ動物の森のリアル版だと羨望の声が上がる一方で、飲み水や電気の手配が大変じゃないかな。島は別荘と同じようなもので、買えはするけど、回収や維持が大変。水や食料を外から運ばないといけないから、コストも相当高くつくだろうな、といった声も上がっているという。ここまでが記事なので、補足を入れておきましょう。問題の島はどこか。沖縄県の屋那覇島だと見られています。沖縄本島の北、伊是名島の南西約1キロのところです。こちらは国土交通省の発表している屋那覇島の航空写真です。公開されている動画と見比べると多分これではないかなと私も思えるものでした。島の位置はこちら。沖縄本島から少し北に行ったところで、伊是名島のほんのちょっと南のところです。この位置からもわかるように沖縄本島からそう遠くない島であることは確かです。こうしたニュースを受けて皆さんは、日本にはこのような外国人や外国資本の島の購入を阻むような法律はないのかと思われることでしょう。一応関連法案として一つあります。ただしそれは非常に限られた部分だけを規制するものです。2021年6月に成立した重要土地等調査規制法2022年9月施行。自衛隊基地や原子力発電所などの重要インフラ施設周辺約1キロと国境離島などを注視区域とし、土地所有者の国籍や氏名、利用状況などを調査できるとした。また、特に重要性が高い区域を特別注視区域と定め、不動産売買の際には、事前に国籍や氏名を届け出ることを義務付けた。重要施設などの機能を阻害するような利用行為があれば、勧告命令がなされ、違反した場合は2年以下の懲役などが課される。この法律はあくまでもその利用行為に限って制限を加えたもので、外国人や外国資本の企業による不動産売買を妨げるものではありません。しかも自衛隊基地や原子力発電所など、ごくごく一部のものしか規制対象の施設として指定されてはいません。じゃあ日本以外はどうしているか。日本以外の多くの国では外国人の土地所有を禁じるか厳しく制限している。また土地所有自体を認めずに50年などの期限を区切った借地権としている国も多い。これに対して日本では外国人が土地を所有利用することについて何の制限もなく贈与相続することも可能。なおここで言う制限というのは日本人と同様に例えば建設許可を受ければ建てられるといった意味で何でもかんでもしていいという意味の制限がないという意味ではありません。では根本原因である外国では規制がされているのになぜ日本ではこのような規制がかけられないのか。この点については産経新聞が指摘を行っています。日本が1994年に加盟したGATT
サービス貿易に関する一般協定における日本人と外国人の待遇に格差を設けてはならないという国際ルールがあるため、これを内国民待遇の保障と言います。加盟時に土地取得に関する留保、例外規定あるよというのを行っておけば、外国人の土地所有を禁じることもできたが、日本は世界からの投資を呼び込みたいとして、留保を行わず加盟。そのため、日本人の権利と外国資本、外国人の権利を同等としてしまったという問題があるのです。このような日本だけの国内法ではなく、海外の国々との約束事に関して問題を抱えているため、国内法だけを変えればいいと単純に話が進まなくなってしまう。完全に墓穴を掘った状態になっています。まず最初にお断りしておかなければならないことがあります。今回ご紹介した記事に出てきた女性は、島の購入は会社名義で行ったそうです。そしてお金の出所がどこかといったのは、その会社なのか、パートナーなのか、それとも彼女の家族なのか、そのようなお金の出所というのははっきりはわからないものの、少なくとも現在の日本の法律においては、正規の手順でお金を払えば、合法的に土地を取得することができます。ですから何か違法行為でこの島を手に入れたという話ではないということはお気をつけください。そしてまさにそのような合法的な手段で買えるといったところに多くの方が不安を持つことでしょう。本来であれば土地の使用に関しては様々な許可を役所に求めて、その許可を得なければ何でもかんでもできるわけではありません。ところが、こうした海外の資本が取得した場合においては、本当に日本の法律を守ってくれるのかという不安は当然存在します。ましてや、島のような孤立した環境において、ある特定の人たちによってのみ運営されるというのであれば、中で何が行われているか全く行政が把握できないということは十分に起こり得ます。それは別に島のような特殊環境だけではなく、日本本土において日本人が本来であれば田畑であったり住宅地であったり、もしくは山林などを産業廃棄物で埋めるなどといったことを堂々と行っている例などもありますから、ましてやこのような特殊な環境においては、一体何がされるかわからないという不安がつきまとうわけです。しかも今回の話、本当に中国の資本家が買っただけなのかという疑問もあります。土地を買った理由として転売というのも一つの手段として考えている話をしていましたが、中国でこの話題は大きく伝わっていて、ああ、日本だとそのぐらいの安さで島1個買えるんだという具合にして、羨望の眼差しを受けるわけです。そういったことも考えると、転売を希望して申し込んでくる人たちもいるでしょう。その中にはもしかしたら、中国政府の手先となっている企業なども紛れ込んでいるかもしれません。この島の位置は沖縄本島から見ればさほど遠いわけではありません。そのような場所に、閉ざされた環境となりやすいような島を取得することができれば、何かしら怪しい施設を密かに作り出すなんていうことも十分あり得る。別に陰謀論ではなくてもそのような可能性があるわけです。なお、記事を引用したツイッターなどでは、中国に島を乗っ取られる、ここを中国領にされてしまうといった悲鳴を上げている人などもちょっと見かけるのですが、さすがに現在の日本の法律においても、外国人や外国資本が土地を買って、そこに他国の国旗を掲げたとしても、あくまでもそこは日本領であり、誰かが勝手にここは中国領だと言ったとしても、それは成立するものではありません。ただ、悪用される危険性があることからも、規制をかけるべきだという声は以前からあります。そして記事の補足としてご紹介した土地の規制についても、残念ながら非常に限定された条件下における本当に弱々しい規制だと言えます。このような規制法になった背景というのは、そもそも問題意識を持っていた人たちが自民党の中にいて法案を作ったんだけれども、自民党の中でまず第一に反対する人がいて、さらにそれに妥協するような形で法案を作ったら、今度は公明党から横やりが入ってさらに弱体化されて、それでもなおなんとか通そうとした後においては、今度は野党からもさらに批判されるといった具合にして、ボロボロの状態でなんとか法律が成立するところまでたどり着くといった具合にして、満身創痍な形になってしまいました。ですから確かに規制法はできたんだけれど、これではほとんど何も実効性ないよなというレベルまで中身のないものになってしまったのです。しかし外国で規制が行われていることからもわかるように、何でもかんでも解放すれば良いというわけではありません。国際ルールにおいて不利な条件下で現在の法律が成り立っているというのであれば、
改めて他の国との協議を進め、多くの外国において採用されているルールを改めて日本でも導入できるように、粘り強い外交というものが必要だと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。